皆さんごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題は、ウクライナ関連情勢のニュースを取り扱っていきます。まず最初に一つ朗報が入りました。それは、ウクライナ軍の前線で深刻な砲弾不足が発生しているのですが、チェコの大統領が呼びかけた、世界中に目を向ければ、80万発の砲弾を手配できる、この話の資金が、ついに整ったというのです。今回はこの朗報から話題を始めましょう。今日取り上げる主な話題はこちらです。1、欧州各国の方針転換、チェコの呼びかけ成功、80万発の砲弾、資金のめどがつきました。2、ロシア海軍を脅かす水上ドローン、ウクライナがさらに開発を進めて、射程プラス300キロ、火薬量についてもプラス900キロの新型水上ドローンの新型を公開しました。3、ハイマース戦線投入から1年8ヶ月、これまでロシア軍の弾薬庫や集合地点を次々と爆破してきたハイマース。これまで一方的に攻撃し続けてきたわけですが、ついにロシア軍に捕捉され、撃破された車両が出ました。今回の動画ではこの3つの話題について取り上げていきましょう。まず最初にブルームバーグの報道によると、チェコが呼びかけた80万発の砲弾の資金のめどがついたようです。これはチェコだけではなく、チェコの呼びかけに応じたヨーロッパ各国が資金を出し合って要求額に達したのです。この後各国においてこの資金拠出についての行政的な手続きが終わった後、弾薬の手配が進み、ウクライナへの供与が始まっていきます。このことについて見ておかなければならないポイントとしては、まず基本方針が変わったという点について言及しておかなければなりません。これまでのヨーロッパ各国の考え方としては、それぞれの国がお金を出し合ってウクライナへの支援を行うわけですが、その時どこのメーカー、どこから兵器や弾薬を調達して供与するか、その基本原則としては、ヨーロッパ内部におけるお金の流れに限定しようという考え方がありました。この考え方は、平和な時であれば、それぞれの国の自国産業を守るという意味で、そうしたいのはわかるのですが、現実問題として、ヨーロッパ各国は長い間平和な時期があったことから防衛費は抑制されており、それに合わせて軍需産業も生産能力を維持するどころかむしろ縮小傾向にありました。ですからここに来て突然のように大量の砲弾や大量の弾薬生産が入ったとしても、これに応じられるだけの生産規模がないといった問題が発生しているのです。今回のチェコのパベル大統領の呼びかけというのは、そのような平時の考えから戦時の考え方、特に実際の戦場における需要に対する供給が間に合っていないんだから、もはやお金の行き先としてヨーロッパに限定するのはやめようということを呼びかけて、実際に各国がそれに賛同したという点が大きな変化ポイントなのです。世界中に目を向ければ様々な国で兵器産業はあります。生産能力は低くても弾薬を備蓄し続けてきたような国もあります。そのような国に対して今使わないんであれば在庫分を売ってくださいという交渉もできますし、生産能力が低かったとしてもその発注先が複数あれば全体としてはまとまった数を調達することも可能になります。ヨーロッパの外に目を向ければ状況はもっと改善するのです。チェコのパベル大統領によれば、資金のめどが立ち、そして実際に契約を行ってから、おおよそ数週間でウクライナへの弾薬供給が始まるとしています。もちろん一度にドカッと全部行くわけではなく、輸送準備の整ったところから順次配送がされるわけですから、いきなり状況が改善するわけではありませんが、少なくともこの80万発の砲弾を手に入れることによって、前線の安定度は確実に増します。ただし、押さえておかなければならないポイントは、80万発の砲弾が手に入ったからといって、じゃあこれでウクライナ軍が一気にロシア軍を掃討できるかといえば、そういった話ではありません。この80万発は日々消費される膨大な砲撃戦の必要量から考えれば数ヶ月分であり、決して何年も何年も戦えるような量ではありません。しかし、これまでのような支援があからさまに足りなかったという時期からは確実に改善しますから、ロシア軍に与える打撃は確実に増します。今回一つ前例ができたことにより、ヨーロッパ域内での生産供給だけではなく、ヨーロッパ域外での弾薬調達も進められるわけなので、お金さえ工面できればウクライナに対する弾薬供給は劇的な改善が期待できると思います。あとはヨーロッパの国々がどれだけ覚悟を決めて予算を用意するかにかかっています。ちなみに私は以前からウクライナへの軍事支援はすべきだという主張を行っていますから、
ヨーロッパがお金を用意できるんであれば、日本が直接的にウクライナに軍事支援をするのではなくて、ヨーロッパが用意したお金で日本製の砲弾をどんどんと送るといったことも、私は一つの選択肢として加えるべきではないかなと思います。日本国内ではこうした軍事支援に否定的な人たちも多いわけですが、物品を販売するという意味では税収にもなりますし、雇用も生みます。決して悪い話ではないはずです。さて、それでは続いて次の話へと行きましょう。ロシア海軍を脅かすウクライナ軍の水上ドローン。まずは先日、ロシア海軍の哨戒艦を撃沈した映像について、追加の映像が出てきています。黒海の港に近いところで、ロシアの軍艦がウクライナ軍の水上ドローンの接近に気づいて銃撃を加えているところです。これを近くにいた輸送船の船員が映像で撮影していました。映像を拡大したところ、ウクライナ軍の水上ドローンがかなりの白波を立てて、ロシア軍の軍艦に向かっていることがわかります。右の映像はその次の場面。ここまでは以前の動画でもご紹介しました。銃撃を加えるのですが、水上ドローンの接近を阻むことができず、大きな爆発を起こしています。そしてこちらがウクライナ軍が水上ドローンから送られてきた映像を公開しているものです。軍艦にどんどんと近づいていき、先発の水上ドローンが爆発。この後撮影しているドローンも船へと突っ込んでいき、ロシア軍の軍艦を沈めることができました。現在使われている水上ドローンはすでに戦果を上げているわけですが、ウクライナ軍はさらなる強化を目指しています。現在のところ、ウクライナ軍の水上ドローンは火薬量が100キロ程度のものだそうですが、次々と船へと突っ込ませて撃沈することに成功しています。しかし、一撃一撃の破壊力としては、それほどではないことからも、もっと一撃必殺のような水上ドローンを考えているそうです。従来のものよりも航続距離が300キロ長く、そして火薬量については900キロ増やすとした新型の水上ドローンの開発を進めているそうです。ウクライナ軍が執拗にロシア海軍を狙い続けている理由というのは、ウクライナにとっては黒海での海洋貿易を完全回復させることは非常に重要だからです。特に陸路で物を運んで輸出するよりも、海を使って大量の農業資源を輸出することはウクライナにとっては経済的な地盤であり、これを崩されることは非常に大きな悪影響が出ます。ロシア軍は次々と軍艦を失うことによって、どんどんと国家に対する影響力は下がっているものの、しかし破れかぶれになって民間の輸送船を次々と襲うようなことがないとは言い切れません。ですから、できるだけ残った軍艦についても撃沈し続けるということは、ウクライナにとっては至上命題なのです。また、軍艦の数がどんどんと減ってくれば、最終的には港湾施設の破壊であるとか、クリミア大橋のような強固な構造物についても、突撃ドローンで少しずつ打撃を与えるといった作戦も考えられるかもしれません。選択肢を増やすためにも、水上ドローンの開発は続けられることでしょう。今日最後の話題は、ハイマースがロシア軍に撃破されるという出来事が発生しました。こちらがロシア側が発表したハイマース撃破だとされる映像。ウクライナ軍がやっているのと同じように、ロシア側もドローンを飛ばして状況を観察し、ハイマースを発見。そして遠距離攻撃できるミサイルを用いてハイマースを撃破したという話です。これに関してウクライナ側から否定する話も出ていなかったので、おそらくはダミーではないでしょう。ウクライナ軍はこれまで様々なダミーを用いてロシア軍の目を欺いてきました。大きな風船型のデコイであるとか、木製のもの、その他金属製のもの、様々なタイプがあるわけですが、デコイであれば、ウクライナ軍はこうした撃破されたよという話に対して明確に否定することもあるのですが、今回はそうした話が出ていません。ウクライナの戦場で一つ証明されたことがあります。それは、ハイマースのような遠距離攻撃兵器は、一回攻撃してその場をすぐに離れれば、そうは簡単にやられないということです。まあ当たり前のように聞こえるわけですが、その当たり前を実際に戦場で証明したのは大事なことです。何しろ、ハイマースはこれまで1年8ヶ月間の間戦場において攻撃を受けたことはあっても実際に撃破されたことは今回が初めてだと見られるほど、それほどの生存性を示したのです。射程距離が80キロ程度といったこともあって前線に近づくことも、まあこれまで何度となくあったわけですが、それでもなお生き延びてきたわけですから、費用対効果としては非常に価値ある兵器だと言えるでしょう。ただ、こうしたハイマースの撃破
されたことによって私が思うのは、同じような兵器を日本の自衛隊も持っているのですが、なんとか供与できないのかなということです。日本の自衛隊が保有している多連装ロケットシステム MLRS ですが、自衛隊では99両保有しているそうです。保有弾薬の射程距離は70キロ程度。しかし、日本の自衛隊では2029年度で退役予定だということです。これは陸地でロシアとつながっているウクライナと違って、日本の場合だと周りは海です。ですから海と空をどれだけ守るかといったことが結構重要で、 MLRS の射程70キロというのはどうしても射程距離としては短いもので、もっともっと射程距離の長いミサイルの方が重要度が高まっています。そのため日本の場合だと長射程のミサイルを今開発しているところで、今後は艦船や戦闘機などで長射程のミサイルを使用することによって日本を守ろうという意識が強くなっています。そうした戦術面での変更に伴って日本の自衛隊は MLRS の退役が決まっているので、これらの兵器を退役兵器としてウクライナに供与すればかなりの活躍をするはずです。先ほども述べたようにウクライナは陸地でつながっているからこそロシアとの戦いが延々と陸上戦になっているわけで、一方で日本の場合だと今すぐ必要な兵器としては MLRS はちょっと違うということもあり、それぞれの需要が合う兵器をそれぞれ持った方が良いでしょう。というわけで今回の動画では、1、ウクライナ軍の前線で発生している深刻な砲弾不足、ようやく回復のめどが立ちました。これまでヨーロッパ域内でお金を使うだけにしようというちょっと平時の感覚から抜けきれなかったヨーロッパ各国なわけですが、アウディーイカからのウクライナ軍撤退という一つ象徴的な出来事が発生することにより、ようやく戦時体制の意識へと一歩前進したと見えます。ただ今回の話、全ての国が賛同しているわけではありませんし、ドイツのようにウクライナ支援しつつも巡航ミサイルタールスの供与に未だに踏み切れないような国もあります。ただこれも軍事支援していない日本からしてみれば、日本の方が覚悟はゼロの状態ですから、ドイツも日本にだけは言われたくないと思っていることでしょう。何にしてもウクライナにとっては支援の最悪期と呼ばれるような状態を現在は過ごしているわけなので、改善傾向にあるのは確実に良い兆候です。ウクライナの今年の戦いとしては、まずはしっかりと守りを固めて反撃するための余力を作り出すことを目標としているそうです。この基本方針が成り立つためにも、まずは砲弾が前線へ届き始めることが重要でしょう。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見よったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。また、情報の更新に役立ったなと思う方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。